ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回登場するのは、中華低価格イヤホン追いかけてて、ここを知らなきゃ潜り、な、KZ から、KZZVX が登場だ。ここ2年ほど、ダイナミックドライバモデルを活発に発売している KZ なんだけど、その総決算、として位置づけられるのが、この ZVX みたい。まあ総決算と言いつつ3ヶ月後にまた決算し出すのが中国系低価格ブランドなんですけどね。KZ というブランドについては、このチャンネルが立ち上がった原因、と言ってもいい、2010年くらいから活動を始めていて、2016年に、複数のドライバーを搭載した、KZZST を発売してから、低価格イヤホンの超マルチドライバー化を牽引してきた、ここ数年の主役と言ってもいいブランドだ。お値段も最安クラスなのに、ここ最近はかなり完成度も上がってきていて、普及率もきっと高いはず。批判されたこともあったけど、やっぱり個人的に一番好きなブランドだな。で、今回の ZVX なんだけど、2016年から2020年くらいまでは、KZ は、より多くのドライバーを搭載することでセールスポイントを強めてきた。実際、マルチドライバーはめちゃくちゃわかりやすいセールスポイントなので、それで成功してたんだけど、ここに、3年くらいは、1ダイナミックドライバー機のブラッシュアップにもかなり手を割いている。その結果、3000円以下の1ダイナミックドライバー機として、最強の一角と言っていい CCA-CRA プラスや、最近では、よりマイルドななり方が魅力の DQS が話題になったり、この ZVX に近い、全金属製シェルを持つ、CCA-CXS が話題になったりしたな。今回の ZVX は、仕様や外観を見る感じ、CXS の兄弟機のように感じる。実際、その認識は間違っていないと思う。ブランドの商品ページでは、ZVX は、より異なる世代のダイナミックドライバーが使われている、と記述されてるんだけど、基本的には、CCA-CXS、KZDQS が採用している、レジェンダリーと命名されているダイナミックドライバーシリーズに近い音の鳴り方を感じるんだ。じゃあ、これ CCA-CXS とドライバーは同じで、外装が違うだけなんですか？いやいや、外装をバカにしちゃいけない。こんだけ大きく形が違うと、最終的な音の体感は、かなり違うものになる。とりあえず、まずは外装から見ていこうか。ZVX は、外形としては、いつもの KZ の形をしている。このおかげで慣れ親しんだ装着感を持っているが、CXS だって、別に装着感が悪いわけではない。むしろ、好みによっては、ZVX より装着しやすい、と感じる人もいるんじゃないかな。ただ、他のイヤホンに形状が近いので、KZ の他のイヤホンを使ったことがある人には、大きなアピールポイントになると思う。実際、僕も、CXS より、こちらの ZVX の方が、装着していて安定する、と感じたな。ノズル、本体、すべての露出した外装部分が金属製。さらに、結構重量があって、これが、音質に影響を及ぼしている。背面のベントは若干 CXS より大きく見えるな。背面セミオープンなので、ある程度音漏れはある。とはいえ、音漏れを注意されるレベルで使っていたら、もうちょっと耳をいたわってあげる必要がありそうだ。付属品や接続方式はいつもの KZ。普段だと銀メッキ線がついてくる価格帯なんだけど、銀メッキの施されていない純銅線が付属する。ただし、このイヤホン、銀メッキでなくても十分に高音域側がソリッドに出るので、標準ケーブルでも問題ないだろう。それと、いつも通りのイヤーピース。ただし、ウレタンフォーム製の、より遮音性を上げるイヤーピースがついてくる。僕は装着感がどうにも相性が悪いので、普通のシリコンイヤピに交換して試聴したぞ。今までコストの関係で、樹脂外装を使うことが多かった KZ が、あえて全金属製のシェルを使ったこと、それも、重量のあるものを採用したことによって、音色に変化が出てそう、というのがまず気になるポイントだよな。採用されているダイナミックドライバーは、今回は特にその性能が強調されていて、KZ 曰く、100ドル以上のモデルにも採用されているような代物、だそうな。実際、数年前のその価格帯と殴り合える1ダイナミックドライバーも、KZ は作れているので、あとはチューニングの妙、といった感じ。数年前のこの価格帯の1ダイナミックドライバーというと、明らかにわかる粗さや改造感不足があったんだけど、CRA プラス以降の KZ では、それらに追いつけるくらいの音色を平気で出してくるもんな。今回の 10mm ダイナミックドライバーで、特にピックアップされている要素は3つ。4.8 ミクロンの薄型振動板と、より強烈な4層ボイスコイルを採用していることだ。この特徴は、KZDQS でも謳われていたものなので、やっぱり、ZVX に搭載されているダイナミックドライバーは、レジェンダリー 10mm ダイナミックドライバーで間違いないな。すなわち、この ZVX は、DQS や CXS のシェル変更版、と言っていいと思う。それじゃあ、
DQS や CXS を持ってたら、ZVX は買わなくていい？いや、僕はこれら3機種の中で ZVX が一番好きだ。なんでそうなるのかって？理由を話していこうと思う。DQS は、ZVX や CXS とは、材質、そしてシェル内部の空間が異なる、3機種の中で、最もウォームで広がりのある音だ。CXS と ZVX は、聞き比べたところ、同じドライバー使ってるな、と感覚でわかった。じゃあ、なんで音が違うのかって？シェル形状が違うからだよ。僕は、CXS のレビューを書いたとき、めちゃくちゃに低音が強烈で、目が回るレベルだった、と書いた。これ、装着の深度が原因だった。以前、TRN-TAH のレビューを書いたときにも、深く挿入しすぎて、低音、高音が強烈、と書いたんだけど、市場の反応を見る限り、そんなに強烈なイヤホンと感じた人は少なかったんだ。CXS でも、僕の耳の形が原因で、おそらく KZ が想定していた通りの音が聞こえてなかったみたい。実際、耳から外れるスレスレの状態で装着したら、自分と意見の違う評価に近い印象のイヤホンになったぞ。で、ZVX の方は、こっちがおそらく、KZ が想定した聞こえ方なんだろうな、という聞こえ方。低音、高音は力強く、それでいて他音域に影響してこない。確かに、完成度の高い音色だ。1ダイナミックドライバー、全金属、シャープ系の高音域、太い低音域、これらのワードにワクワクしたら、安心して買っていい聞こえ方だな。なので、ZVX と CXS は、その人の耳の形状や、装着の深度の好みによって、ある程度印象を変化させてくるイヤホンだと思う。で、より多くの耳には、KZ 伝統の形状を持っている ZVX の方が相性が良さそう、というわけ。CXS もかなり褒めているので、ほぼ同じ仕様であとは装着感の違い、というポジションの ZVX も、もちろん高評価。ただ、CXS の時の装着感で感じたバランスとは異なっていて、こちらの方が、僕は高音域が明らかにくっきりと聞こえやすくなった。なので、CXS を持っている人でも、ポジションの変更による大幅な音の変化を期待できるし、DQS を持っている人は、金属シェルと内部構造の変更によって、大幅にソリッドになった同じドライバーの機種、という聞き比べができるはずだ。この手の一部の条件が同じで、一部の条件が異なるイヤホンの聞き比べ、というのが、低価格でいっぱいイヤホン出してる KZ の楽しみ方の一つだと思うな。音色を分解してみよう。ZVX の高音域は、全体にソリッド、中高音域あたりまで、金属質な響きと抜けの良さを感じられるもので、同価格帯の高音域が鋭いダイナミックドライバーにありがちな、一部のピークを感じるものではなく、中音域直前くらいまでが全て明瞭にかつ刺激的でない聞こえ方をするものだ。同じ KZ の1ダイナミックドライバーとして最高評価を出している、CCA-CRA プラスと比較すると、CRA プラスの方が自然なものの、高音域の一部の突出感がある。ZVX の場合、ソリッド感はほぼ変わらないものの、一部が突出するのではなく、中高音域あたりまでがまんべんなくキレのいいなり方。自然な聞こえ方をするのは CRA プラスだけど、ZVX の聞こえ方もかなり悪くないな。ボーカルはソリッドな感じ。ここも高音域の聞こえ方に近くて、ハードな感じに聞こえる。ただ、中音域にウォームさを感じる場面が少なめなものの、薄っぺらかったり軽い感じはないので、しっかりとデジタル時代の音源を表現できる能力がある、と言っていいと思う。中低音域あたりから、今までのドライな音の傾向がガラッと変わって、KZ らしい、重い感じの低音域が聞こえてくる。ここは初期の KZ から変わらない感じ。レジェンダリーダイナミックドライバーを採用している、新型の1ダイナミックドライバーモデルは、この部分の表現力に特徴があって、今までのパワー一辺倒だった20時期系よりも、若干低音の輪郭がくっきりしている。また、2020年頃の KZ 製イヤホンと異なり、低音域と超低音域のうち、超低音域を強力に出力するのが、過去の KZ 製イヤホンなんだけど、レジェンダリー 10mm ダイナミックドライバーシリーズは、低音域にもしっかり厚みがあって、超低音域よりも低音域が重要な楽曲で、あんまり低音強くないと感じられていた従来機種と異なり、レジェンダリー 10mm ダイナミックドライバーは、ちゃんとどの曲でも低音が太い、低音はパワーは全てを解決するのだ、と言いつつ、しっかりディティールも向上してきてるのが、ZVX だな。空間は自然に距離を感じられる。背面開放のおかげか、抜けもよく、空間を意識しないで楽しめるだろう。CXS では、あえて壁を立てて音を閉じ込めて聞かせてくる印象があったので、どちらのイヤホンも適正な位置に装着できる人の場合、この空間表現が CXS と ZVX の違いになりそうだな。というわけで、ZVX は強い。間違いなく強い。
この価格帯でも最初に購入を検討する一台になったのは間違いないと思うな。個人的に、CCA-CRA プラスが、KZK1 ダイナミックドライバの推薦1強として長らく君臨してたんだけど、ZVX と CRA プラス、どっちかがおすすめ、という感じになりそうだ。それくらいよくできてる。不満を感じる人がいるとしたら、高音域側のドライさがちょっと強いところと、相変わらず低音が強いところか。そこが気になる人は、よりボームな KZD9S か、6mm で高低音がマッチョになりすぎない、KZ リングロングがおすすめだぞ。それらと聞き比べたくなって、結局 ZVX 買っちゃうと思うけどな。おすすめだ。と、こんなところだな。ZVX、確かな良さを感じる。と同時に CXS の装着深度が間違ってたことも教えてくれた。ユニバーサルと言いつつ、ここら辺の装着の差による感じ方の差はあるので、それをレビュアーと聞き比べながら補正していくのも、またイヤホンの楽しさなのかもしれないな。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。